開園70周年を迎えたディズニーランドでウォルト・ディズニーの軌跡をたどる旅。前回の動画ではディズニーランドに欠かせないイマジネーション、技術、音楽に触れながらウォルトゆかりのグルメやアトラクションを楽しみ、メインストリート USA からファンタジーランドを巡ってきました。私たちが次に訪れたのは科学とテクノロジーが調和する未来の世界トゥモローランド。開園当時からアトラクションも大きく変わり、現在でも未来へ向けて進化を遂げるエリアです。その中でも変わらないものも、開園時からある車を運転するアトラクションオートピアは子どもたちにとって未来の移動手段を体験できる夢の場所、モータリゼーションのシンボル的なものです。子どもたちにとっては憧れの場所、大人たちにとっては懐かしい場所でもあります。昔日本にもグランドサーキットレースウェイがありましたね。なくなるとき本当に悲しかった。認定証ももらいに行きました。この景色懐かしい。東京ディズニーランドでは2016年までブリヂストンがスポンサーやったんやけど、こちらのスポンサーはなんとホンダ。アナハイムのディズニーランドで日本の企業が見れるのは嬉しいよね。開園当時からあるこちらのアトラクション、車担当はボブ・ガー氏。メインストリートのウィンドウにも名前が刻まれるディズニーレジェンドです。ちなみに車担当なのにメインストリート USA にあるリンカーンのオーディオアニマトロニクスの担当もしたらしいよ。オートピアに乗りに行くぞ。そういえば免許証持ってたよね。うん、持ってきた。3年前の免許証。今回ね、これも更新しようね。可愛らしいフォルムの車体、前後にはバンパーがあり、衝突による衝撃から守ってくれます。これが70年前からある私たちを守ってくれる安全装置。ホンダのマークかっこいい。これマジでどうやって運転してるのみんな。なおさんは運転下手っぴのようです。さすがお兄さん、無免許ですね。はいはいはい。はいはいはい。やっぱこの真ん中の線が邪魔やと思うね。これが安全なんだよ。東京では途中からセンサーで車体同士が近づくと勝手にブレーキが働いとったよね。レース最後の方とかさ、渋滞しすぎてアクセル踏んだら急ブレーキ、アクセル踏んだら急ブレーキみたいな感じだったじゃないですか。思い出してきました？アナハイムではブレーキを踏めば踏むほど進みます。普通にアクセル踏み続けるとぶつかります。あー、やばいやばいやばい。これってさ、途中さかからんの？ブレーキないよこれ。マジで焦りますねこれ。前の人ごめんって感じです。なんかあれかと思ってた。近づいて、ある程度近づいたら止まるんかと思ってた。いけいけ。すごい、一時停止できたね。最後もさ、東京ではハンドルを離してキャストさんが車の横に乗って操作してくれたやん。あれかっこよかったよな。マジやってみたかったわ。ここではちゃんと次の人が乗れるように駐車もね調整しないといけないんですよね。なんか知らんけど緊張します。バックできんからね。なんか東京といろいろ比べたくなっちゃう。やっぱそれほど思い入れのあるアトラクションやったし、子供ながらにさ、やっぱ車を運転できるって夢やん。それが叶う場所やったから、それがまだアナハイムで残っとるけ、その気持ちをまた思い出してくれるけ乗っときたいアトラクションよね。なんとか安全運転で帰ってこれました。なお運転ありがとう。2026年秋には全ての車両が EV 化するとのことで、次訪れる頃には音とか匂いとかまた違う雰囲気になってるかもしれません。オートピアでは乗車後にオリジナルの免許証が発行できるんですが、70周年の記念デザインになっています。カードタイプの免許証でキャッシュレス決済で10ドル、その場ですぐ発行してくれます。撮影は機械のタイミングで3回。日本の証明写真より撮影間隔は短く、前までは2人で撮っても問題なかったんですが、機械が変わってからブースが狭くなってち
ちょっと2人で撮るのは難しかったです。2人での撮影は若干失敗してますが、まあこれも思い出ということで。オートピアの上にはより近未来を感じる乗り物、トゥモローランドで紹介しちゃいますね。これはなおがどうしても入れてほしいって言うから、このツーショット見てあげてください。うちの鉄オタもそうですが、ウォルトも昔懐かしい汽車から新交通システムに興味を持っていて、西半球初の実用的なモノレールとして1959年に開業。担当はもちろんボブ・ガー氏、開業させちゃったんですよ。ディズニーランドモノレール、半世紀以上前にこのデザインを描いて、これが来たらそりゃもう未来よね。日本と違ってアナハイムのモノレールはパークのアトラクションと言いつつ、乗ったらパークの外に連れて行かれちゃう。知らんかったらびっくりするね。運行時間とかはよく分かんなくて、なんかこんな感じでずっと止まってたり、なので見かけたら休憩がてらに乗るのもおすすめです。一周して戻ることもできるし、ダウンタウンディズニーで下車も OK。 ディズニーホテルにも使いやすいよね。パークのエントランスを素通りして、そこそこパークの奥にある駅に着くのマジで面白いですよね。あんだけの世界観とかルールどこ行ったんやろ。さて、鉄オタウォルトの真骨頂といえばディズニーランド鉄道ですよね。ディズニーランドの象徴というべきアトラクションです。4つの停車駅があり、パーク内を約20分かけて一周します。乗り降りできるので移動に使っちゃいましょう。Good afternoon and welcome aboard the Disneyland Railroad. We're on route to Main Street, but first we're going to head to the Grand Canyon and the Primeval World. トゥモローランドからの区間は特におすすめ。グランドサークルツアーは鉄道でしか見られない景色、雄大なグランドキャニオンが迎えてくれます。1964年ニューヨーク万博で披露されたオーディオアニマトロニクスによる恐竜の世界。イマジネーションってすごい。ディズニーランド鉄道で太古の時代へタイムスリップもできちゃうんです。東京にもウエスタンリバー鉄道に最後恐竜の演出がありますが、あれいきなりすぎてちょっとさ、こじつけ感あるやん。どうして恐竜があるのかを知るだけで日本でも楽しみ方が全然違うと思うんですよ。チャオ旅はそういう体験を皆さんと共有したいと思っています。 This is Main Street. Street Station, Main Street, USA. Welcome aboard the Disneyland Railroad. We're embarking on a grand circle tour of the Magic Kingdom. We'll be stopping at New Orleans Square, Mickey's Toontown, and Tomorrowland. We'll also visit the Grand Canyon and make a trip back in time to the primeval world and the age of the dinosaurs before returning to Main Street Station. As we begin our journey in just a moment, this is New Orleans Square Station. 私たちが降り立ったのはニューオーリンズスクエア。素敵な音楽であふれるこちらのエリアで少し耳を傾けてみてください。テレグラムの音、カチ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 。この音はモールス信号。開園時のウォルトのスピーチになっているんです。こんなん誰がわかるん？行き過ぎ？有名な話やからさ、こうやって足止めて聞くけど初めてやったらわからんて。ここの音をモールス信号でスピーチにしようって思った人天才すぎません？移動に使うのもよし、ボルトの夢に思いを馳せて一周するのもよし、アナハイムに来たら乗っておきたいアトラクションの一つです。ディズニーランド鉄道で時空を超える旅をしてきた私たちが次に訪れたのは自然豊かな冒険の世界、アドベンチャーランド。ここでは2つアトラクションを紹介します。
一つはディズニーランドの技術革新を知る上で最も重要なアトラクションの一つ、オーディオアニマトロニクスの傑作と呼ばれる魅惑のチキルーム。正式名称はウォルト・ディズニーズ・エンチャッテッド・チキルーム。ウォルトはいろいろなアトラクションに携わってきましたが、これには彼の名前がついています。それだけ力を入れ、こだわりの強さが伝わってきます。200羽以上の鳥や花、トーテムポールが音、動きを完全に同期する。ウォルト自身が機械の設計に携わるほどの執念。彼の名を冠する数少ないアトラクションです。東京ではハワイのアロハな怪物に乗っ取られていますが、こちらがオリジナルスタイル。オーディオアニマトロニクスのきっかけはニューオーリンズの鳥のおもちゃ。そこから着想を得たウォルトはイマジニアと共にこんなすごいショーの空間を完成させました。待ち時間にドールホイップを食べるのをお忘れなく。これめっちゃ美味しい。ハワイの鳥やマウイの歌声を聞いた後はジャングルの旅へ。熱帯の川を70年航海するジャングルクルーズ。1941年にウォルト・ディズニーが南米コロンビアの川を遡った時の体験をもとに構想されました。これはタワテラでおなじみのハイタワー。パークを越えた世界線を感じられる演出。それぞれの船には名前がついていて、世界の有名な川と女性の名前。ウォルト・ディズニーが動物好きやったって知ってました？今思えば初めの方のアニメーションは動物多いですよね。アニメーションにする際に野生動物を観察して記録したんだって。ディズニーギャラリーでいろんな賞を取ったって言ったけど、アニメーション以外にも野生動物のドキュメンタリーとかでアカデミー賞を取るほど。その成果あってか、アニメーションから本物のような動物たちを作ることに。メインイマジニアは回転2万マイルでノーチラス号をデザインしたハーパー・ゴフなど映画の美術チームが活躍しました。クルーズのメインとなるアフリカをイメージしたエリア、ごめんなさいも見えます。ジャングルクルーズでは船長がジョークを言うのも醍醐味。このストーリーを考えたのはメインストリートのウィンドウに名前が刻まれるマーク・デイビス。開園時からオープンして間もなく、ゲストが何度でも楽しめるストーリーにリニューアルされました。南米シュバイツァーの滝裏を通って瞬きしながらクルーズはクライマックスへ。ディズニーランドを作る上で一番初めに手をつけたジャングルクルーズが完成するまでの背景には2つのエピソードが隠されています。広大なオレンジ畑にジャングル作るのって大変。そこでウォルトはアトラクションに必要な木を残し、他は切り倒すプランで進めたんやけど、作業員の誤解で残すべき貴重な木まで切り倒しちゃったんだって。もう絶望的よね。そこで彼らは近隣の住宅を回って不要な木を引き取ったり安く買い取ったんだって。その中にひときわ特別な一本の木があります。ドミンゲスパームです。パークの敷地の一部の土地を持っていたロン・ドミンゲスさんの一家が1896年に植えた大切な記念樹。パーク建設に伴い土地を手放すも、ウォルトとの約束でジャングルクルーズの入り口付近にこのドミンゲスパームが植えられました。70年以上経つ今でもこの地に根ざすシンボルとして残されています。
70年経った現在でも大人気のジャングルクルーズは、川を作る人、木を集める人、動物の研究、物語を作る人、船長さん、いろんな人の力と年月をかけてできた最高のアトラクションなんです。今回のツアーはここまで。次回はアトラクション感動の秘話やウォルト夫妻の面白いエピソード、アメリカならではのセレモニー、ディズニーランドを飛び出してここは？チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。また次のツアーでお会いしましょう。バイバイ。